源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト訳本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの第6話です。光源氏はうつせみに夜ばいをかけ一夜を過ごします。しかし彼女は人妻であり、それ以降は彼の求愛を拒み続けます。源氏は弟の小君を使って再度木の神邸に忍び込み、うつせみと野木場の荻の囲碁を打つ姿を垣間見ます。ではこの後の展開いってみましょう。角なきにはあるまじ。5打ち果ててケチ刺すあたり。心とげに見えて。きわぎわしゅうそうどけば。奥の人は糸静かにのどめて。町玉江や。そこは字にこそあらめ。この渡りのこうこそなどいえど。いでこの度は負けにけり。隅のところいでいでと指をかがめて。とあたみそよそなど数うるさま。いよのゆけたも。たどたどしかるまじゅうみゆ。少ししな遅れたり。たとしえなく口おいて。さやかにも見せねど。目をしつけたまえれば。おのずからそばめも見ゆ。目
少し晴れたる心地して。花なども鮮やかなるところのめびれて、匂わしきところも見えず、言いたつればわろきによれる形を、糸をもてつけて、この勝れる人よりは心あらんと、目とどめつべき様したり、お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は平安時代の囲碁について解説したいと思います。しかし私は囲碁をやったことがないので、間違っていることがあるかもしれません。もしお気づきのことがあればコメントでご指摘いただけたら嬉しいです。さて今回は囲碁を打ち終わってケチ、つまり終局の寄せをしている時のうつせみとのき場の荻の様子でしたね。平安時代では囲碁は貴族のたしなみだったようで、今回のように女性が碁を打つ場面もよく出てきます。囲碁用語が満載だったので少しまとめておきましょう。まずはケチです。ケチ刺すと出てきましたが、これは囲碁を打ち終わってダメ、つまりどちらの所有にもならない目を詰めて終局の寄せをするということです。次に地です。これは席のことともされています。相手の意思を取ろうとすると自分の意思が取られてしまうような、お互いに手の出せない状態のことだそうです。席の部分はどちらからも打つことができないので、終局までそのままにしておき、どちらの字にも入りません。つまり、せっかちにダメを詰めようとするのき場の荻を、うつせみは、そこは席だから、打ったら損しちゃうわよ、と注意してあげているんですね。さらに、こうが出てきました。このあたりのこうを取ったらどうと、うつせみが教えてあげています。こうというのは基本的にこんな形。真ん中に黒石を打って白石を取っても次の手で同じように取り返され、永遠に取り返しが続いてしまいます。未来永劫のこうはここから来ているんですね。他にも先ほど出てきたダメや一目置くなども囲碁用語として知っておきましょう。このようなこうの繰り返しを防ぐため、こう立てというルールがあります。こうが始まると仕方なく他に打つことになるというものです。それに相手が付き合ってくれると次には取り返すことができます。私も囲碁を知らないのでいろいろ調べてみるんですが、多くの方々が言っておられるのは、囲碁はこうがあるからこそ面白くかつ難しいということです。どこまでこう争いに付き合うか、またどこでこうを解消するかはタイミング次第で勝負が決まったりもするから、その読みは超重要なんですって。うつせみはすぐにダメを詰めようとするのき場の荻を制してこう争いを提示します。こういう一目の取り合いのスリルを味わったり、相手の気持ちやその場の空気を読んだり、そんな微妙な駆け引きが碁の面白さなんだそうです。それに対しのき場の荻はめんどくさがってそれに応じず、
簡単に負けを認めて引き下がっちゃったわけですね。囲碁の世界をちゃんと分かって碁の真髄を楽しもうとしているうつせみに対し、勝ち負けだけにこだわってせわしなく勝負を断念したノキバのオギ。こういう場面を垣間見たことからも、光源氏はうつせみの思慮深さに惹かれたことがわかります。ちなみにこの碁打ちの場面が専門用語満載で、女たちの性格と碁の打ち方が称応されていることからも、源氏物語の作者紫式部は囲碁の世界にも精通していたことが伺えますよね。さあ今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条桐壺、第2条母木および天代の品定めの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきましたので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。